こんにちは、スイミーです。今回の旅は横浜駅からスタートです。期間限定 JR 在来線乗り放題の青春18切符を使って、なんと横浜から京都までの長旅を楽しみたいと思います。18切符です。今日からお願いします。はい、4回目ですね。はい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。今回18切符を使って長距離を移動するのは十数年ぶり。果たしてアラフォーの私に成し遂げることができるのか。青春18切符は1枚の切符に5回分が使用できるようになっています。1日1回使用。細かい規定はありますが、だいたい始発から終電まで JR 線なら日本中どこまでも乗り降りすることができます。新幹線、特急などは使用できません。青春18切符の詳細は概要欄に JR 東海のリンクを貼っておきますね。それではこれから8時38分の熱海行きに乗ります。18切符では関東を中心に走っているグリーン車が使えるということだったので、別料金になりますが、体力温存のために今回はこれに乗っていきます。ホームにある券売機でグリーン券が買えます。グリーン券は横浜から熱海まで1000円でした。今日は祝日なんで混んでる可能性があります。グリーン車は指定席ではないので座れないこともあるそうです。ちょっと混んでますね。窓際に座りたい。1階席と2階席があるんですが、窓際は1階が空いてたのでそこに座りました。東海道線を熱海まで行って、そこで電車を乗り換えます。グリーン券をスイカで買った場合は、上にカードをタッチできるところがあるので、ここにタッチすると座ったことがランプでわかるようになります。1階に座るとどうしてもこんな感じの目線になりますね。今回の18切符、4回目の使用になっています。実はすでに3回分使った友人から譲ってもらったので、それで4つ目のスタンプを押してもらったということになります。この駅は高津という駅で、神奈川県の左下あたり。海が近い駅で眺めがいいらしいので、海の景色が撮れるかなと思ったらうまく撮れませんでした。ぜひ2階席に座ってみてください。東海道線を小田原へ向かっています。青春18切符で旅をするのが本当に久しぶりになるので、体力は持つのか腰が痛くならないか、いろんな不安を抱えたまま旅が始まってしまいました。小田原に停車です。あっという間にここまで来ました。奥に見える高架は国道1号線ですね。ここからは見えませんが、小田原漁港があります。漁港は観光地にもなっているそうです。それではちょっと海の景色を眺めて過ごそうと思います。
そうそう、今回京都まで行くのは奈良への里帰りを兼ねてます。里帰りはいつもバタバタしてしまうので、またちゃんと計画を立てて京都や奈良の Vlog も撮りたいなと思ってます。熱海駅に到着です。ここで乗り換えをするんですけど、朝ごはんをちゃんと食べてなかったので、何かお腹に入れていこうかなと思います。時間があったら途中下車してどこかでモーニングを食べるのもいいなと思ってたんですけど、今回はゆっくりと時間が取れないので簡単に済ませます。それにしてもたくさんの人が熱海で下車しました。さすが温泉観光地です。実はトイレに行きたかったんですけど、駅の中のお手洗いが激混みだったんで、一度途中下車で改札を出て近くの駅ビルの中のお手洗いへ入りました。そして結局のところ、駅構内の駅弁屋さんでこのおにぎり弁当を買いました。構内にベンチがあったので、そこでさっと朝食タイム。ごちそうさまでした。次の電車のホームに向かいます。次に乗る電車は10時32分発の浜松行きです。ここから約2時間半、浜松までこの電車に揺られます。車内は席がほぼ埋まるくらい乗客の方が乗ってます。2時間半か。座りっぱなしは絶対腰に良くないな。そうそう、熱海からしばらく行くと富士山が見えるエリアに入ります。今日は晴れてるからよく見えるかも。次は吉原です。
新幹線。藤枝駅や島田駅を過ぎてきました。大きな川を渡ります。大井川です。川幅が広いですね。金谷駅を過ぎると茶畑が見えてきました。この辺りからお茶を栽培している様子がよく見られます。静岡県はお茶の生産量が日本で第一位。こうして車窓から茶畑を眺めてると、あっちにもこっちにもしばらく茶畑の景色が続きます。静岡も広いので、お茶は地域によって金谷茶とか掛川茶とか、お茶にもいろいろと種類があるみたいです。浜松遠いなあ。もうちょっとだ、頑張れ私。長距離移動が疲れないように立ったり座ったり、景色を撮ってまた座ったり、いろいろと工夫をして移動を楽しんでます。またまた大きな川を渡ります。天竜川です。初めて新幹線の窓から見た時に、なんて広い川なんだと思った記憶があります。長野県の諏訪湖が源となっている川で、その長さなんと 213km、 日本で9番目に大きな一級河川となってます。ちなみに日本で一番長い川は信濃川。新潟と長野を流れるその長さは 367km。 昔学校で習ったような気もするけど、全然覚えてなかった。そしてようやく浜松に到着。時間は13時過ぎぐらいです。お腹が空きました。ここ浜松でお昼ご飯休憩にします。今回は時間との戦いなので、改札から近いお店に行ってみます。行こうと思ってたお店が激混みでした。そうだ、今日は祝日だった。海鮮が食べたかったんですけど、食べたいものは諦めて空いてるお店を探します。すぐ入れそうなうどん屋さんを発見。うどんだったら頼んでからも早く来るはず。どれにしようかな。体が温まりそうな卵のあんかけうどんにしました。スルスルっと食べてしまいました。食後にコーヒーを飲みたかったんで、タリーズでちょっと一息です。ちなみにうどん屋さんがあったのはこの駅町というレストラン街です。改札から近い。1時間以内でお昼休憩を終わらせました。浜松はうなぎが有名なので、時間があるときはぜひご当地グルメを食べたいです。というわけで次に乗る電車は14時6分発の豊橋行きです。豊橋行きです。この先高塚、舞坂、弁天島の順に終点の豊橋まで各駅に停まります。静岡県の浜松から愛知県にある豊橋までまた2時間くらいかかります。座席はクロスシートというやつで、だいぶ楽ちんに座ることができました。気分的にもだいぶ楽ですね。まもなく弁天島です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。浜松を出て3駅ほど進むと間もなく弁天島駅です。
弁天島は浜名湖にある小さな島で、浜名湖をはじめこの辺りは観光地となっています。海の方を見ていると、海の上に鳥居が見えるのが印象的です。鳥居見えましたか？この辺りは一度も降りたことないので、また別の機会にゆっくり観光してみたいな。ヤシの木とかあってリゾートの雰囲気がありますね。雨が降ってきました。次は新井町です。この日実は強風の注意報が各地で出ていました。次は鷲津です。本日強風のためこの先速度を落として列車走行いたします。そのためこの先各駅の到着時刻に遅れが発生いたします。お急ぎのところお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。ということです。うまく乗り継ぎができれば18時過ぎには京都に着ける計算だったんですけど、どうなるかなというところですね。約2時間電車に揺られて豊橋駅に到着です。クロスシートだったのが楽でよかったです。ここで乗り継ぎにちょっと時間があるので、トイレ休憩とお土産を見たりする時間ができました。豊橋駅の構内です。成城石やお土産屋さん、フードコートなどいろいろあって、改札を出なくても天むすがある。天むすはおにぎりの中にエビの天ぷらなんかが握られた名古屋の名物で知られています。そんなこんなで時間が迫ってきました。次の電車15時2分の米原行きに乗ります。さっき実はあん巻きというお菓子を買いました。愛知県発祥の和菓子で、小麦粉を焼いた生地にあんこがぐるっと巻かれているんですけど、以前食べた時に味がシンプルで美味しかったんです。実家へのお土産にします。電車が来ました。米原までまた約2時間ほど揺られます。車内は空いてますね。途中名古屋を通るんで少しずつ人が乗ってくる感じかな。このシートはほんと落ち着いて座れます。豊橋を出発です。乗り継ぎがうまくいくといいな。貨物列車ですね。先頭の車両に桃太郎って書いてました。京都までの道のりはまだまだ長いです。お待たせしました。列車発車いたします。お立ちのお客様は足元にご注意ください。今回の長距離移動、乗り物酔いが少し気になってたんですけど、なんとか大丈夫そうです。年々体力とかいろいろ気になることはありますね。この18切符の旅をクリアできたら、私にもまだまだいろんな可能性が見えてくるかもって、そんな気がしてチャレンジしてます。
間もなく名古屋です。やっとここまで来たって感じですね。日差しがちょっと西日に傾いてきました。せっかくなんですが、名古屋では途中下車しません。このまま米原まで乗車していきます。ちなみに私、味噌煮込みうどんが大好きです。今度名古屋に来たら絶対食べます。名古屋を出発です。ここからまた橋を渡ります。これは木曽川という川です。木曽川は県境になってますね。ここを過ぎると愛知県から岐阜県に入ります。岐阜駅です。電車が岐阜県を通過するのはほんの少しの間です。今日これまででやっぱり静岡を通ってくるのが一番長かった気がします。熱海から浜松までがすごく長く感じました。座席がロングシートだったというのもあると思います。後から調べたんですが、東海道線での移動は静岡県が一番長いそうです。のどかな風景が続きます。最初ワクワクな気分で横浜から始まったこの旅ですが、もうこの辺りからお腹は空いてるし、疲労も来てるし、途中下車してネカフェで横になろうかなとか、正直そんな気分でしたが、いやいやゴールはあと少し、頑張れーと自分を奮い立たせ、なんとか踏ん張りました。しておりました。その勢いにましても列車も16分ほど遅れて米原駅に到着をいたします。正道列車を停まして画面をお届けいたしました。新幹線、まさかビヨンド線、北陸線、近江鉄道が乗り換えです。代わりがにつきましては、コストを案内してほしいご確認ください。車内にお忘れ物がございますので、ご注意ください。終点米原です。列車米原駅到着後、ロシャットへと入ります。引き続きご乗車のあればご注意ください。一時の列車を停留してお目はお届けいたしました。終点米原。米原で姫路行きに乗り換えます。やっとこの電車が最後。ちょうど向かいのホームで乗り換えだったんでスムーズでした。ただトイレ休憩の時間はないですね。まあなんとか大丈夫でしょう。17時27分、米原発の姫路駅出発です。ここから約1時間ちょっとで京都です。やっと、あともうちょい。正直あと1回くらいは途中下車してどこかカフェとかで休憩したかったですね。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は途中の高槻から快速大阪郡方面姫路駅です。
と外が暗くなってきてますね。ちょっと雨も降ってきてます。景色も霞んでてうまく撮れなくなってきました。もうこの辺りから頭の中が無の状態になってきてますね。何も考えずぼーっと過ごしています。山科駅を出ました。京都はもうすぐそこです。青春18切符で行く東海道線の旅がもうすぐゴールを迎えます。なんだか本当に久しぶりに何かやりきった感がありますね。疲労と達成感と空腹といろいろ複雑です。京都に到着。午後6時半過ぎです。約10時間の長旅でした。正直アラフォーには過酷な旅路です。この移動方法あんまりおすすめしませんが、我こそはという体力のある方はぜひ次の夏のシーズンにチャレンジしてみてください。また青春を思い出すこと間違いなし。私はこの後また奈良方面の電車に乗り継いで実家の方へ向かいます。最後の移動が残ってます。私の旅はまだ終わりません。もうちょっとだけ踏ん張っていきたいと思います。今回の動画はここまでとなります。次回はそう18切符があと1枚ありましたね。ということはチャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。更新頻度が遅いのでベルマーク通知オンをおすすめします。それではまた次回の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。